はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。ということで、なんか久しぶりな気がする、こうやって喋るの。最近コラボとか、なんかゲーム、日本語で、ゲームで日本語を勉強しようみたいなビデオをね、アップしてたと思うんですけど、なんかこうやって喋るの久しぶりな感じがします。はい。皆さん元気ですかね？はい。でね、今日はね、ビデオなしの声だけのポッドキャストになってるんですけど、ちょっとこうやってなんかカジュアルに話す、エピソードの時は、ビデオなしにしようかなと思ってます。なぜかというとですね、ビデオがあると話しにくいということが分かりました。すいません。もう、ポッドキャスト何年やってんだお前って。もう3年ぐらいビデオポッドキャストやってただろお前って思った方が多分、リスナーさんの 90% ぐらいの方いると思うんですけど。すいません。なんか、最近ね、新しいマイク買ったらさ、このマイクに向かって話したくなっちゃうんだよね。なんかビデオ撮ってると、なんかわかんないけど緊張するというか、なんか、話しにくいなっていうのを思ったので、よりね、もっとなんかこう、カジュアルに、なんていうの、自然にお話しするということに集中して、ビデオなしで行かせていただきます。はい。ただ、他のコラボポッドキャストとか、YouTube ライブとか、もっと難しい内容、真面目な内容、ニュースの、なんか、ニュースから日本語勉強しようみたいなやつのエピソードとかは、ビデオありでやっていきますので、はい。しばらくはこんな感じでやります。よろしくお願いします。はい。ということで、今日はどんな話をするかというと、終わったと思った日についてお話ししたいと思います。はい。なんかタイトル通りね、終わったマジ、終わったって思ってしまった日があったんです。はい。まあ、私、皆さんね、もうご存知の通り、フランスにワーキングホリデーで1年行く予定なんですよね。うん。で、実はですね、来年行こうと思ってたんですけど、私も来年2月には31歳になるんですよね。うん。で、フランスのワーキングホリデーの申請は、31歳の誕生日の前日までにしなきゃいけないんですよ。そう。だから来年行くってなると、ちょっとあまりにもギリギリすぎるので、11月、今年の11月に行くことになりました。はい。あと2ヶ月後なんですけど。12月はね、ちょっと飛行機が高いので11月にしたんですけど、なのでね、ビザ申請に行ったんですよ。最近。はい。8月の下旬ですね。行きまして、はい。ここでちょっと事件があったんですよ。終わったと思ったんですね。まあ、どんなことがあったかというとですね、あのーフランスのワーキングホリデーのビザの申請方法っていうのは、直接大使館に行って書類を提出して後日結果が届くというスタイルなんですね。うん。で、大使館のその書類を提出するために大使館の予約を取らないといけないんです。で、この大使館の予約っていうのがすごく少ないと。だから2ヶ月前ぐらいには予約しといた方がいいっていうのをネットに書いてあったので、実際に私が予約できたのが8月の下旬の予約なんですけど、予約をした日は6月なんですね。本当になんか6月に大使館のウェブサイトを開いて、一番最短で予約できる日が8月だったの。マジ、本当に予約取れないじゃんと思って。で、これ何が怖いかというと、フランスのワーキングホリデーのビザ申請は出発日の3ヶ月前からしか申請できないんです。ということは、その3ヶ月だから1回、ビザ申請が失敗し
て、もう一度提出してくださいってなると、もう一回大使館の予約を取らなきゃいけないから、2ヶ月後ぐらいになる可能性が高いということなんですね。はい。ということで、3ヶ月前に、始めて失敗したら2ヶ月後になるわけ。だから出発まであと1ヶ月しかないことになっちゃうんだよね。はい。だからほとんど失敗は許されないんです。うん。なぜかというと、もうチケット買ってるんでね。はい。あと私は他の人よりも、年が上なので、タイムリミットがあるっていうね、ちょっとドキドキ感もあり、はい。だから私は絶対に失敗を許されないと思って、いろいろ準備してたんです。うん。書類の準備はね、めんどくさかったけど、しょうがないよね。必要だから。うん。で、まあ、日本からやっぱりワーキングホリデーに行く人ってほとんどの人がやっぱ英語圏の国なんですよ。オーストラリア、カナダ、イギリス、あとはお隣の韓国や台湾がほとんどで、あんまりそのフランスのワーキングホリデーについての情報がネットになかったんですね。で、ビザ申請とかしたことある人わかると思うんですけど、大使館のウェブサイトって結構微妙じゃん。なんか、どこに情報書いてあるのかわかんねえとかさ、なんか情報少ねえみたいなことあるじゃん。だから、なんか、このままでは失敗すると思って、私はワーキングホリデーのビザ申請を終えた人の YouTube とか、あとブログとかを参考にして準備してたんですね。うん。体験談みたいなのを読みながら。で、結構ね、失敗してる人いるんですよ。私、ワーキングホリデービザの提出、申請で失敗する人いんのかよと思ってたんですけど、結構なんか2回失敗しましたとか、1回失敗して2回目でやっと取れましたみたいな人がなんかちらほらいて、ちょっと焦り始めたんです。あれみたいな。これは一筋縄ではいかないのかもしれないと思って。なんかいろいろ見てみると、私、前にね、カナダのワーキングホリデーのビザの申請をしたことあるんですけど、その時はエージェントに頼んだんで、あんまり大変なことはなかったんですよね。でもなんかフランスのワーキングホリデーのビザって、エージェントに頼んだら落ちる可能性があるとか書いてあったり、なんか結構厳しいとチェックが。うん。なるほどなるほどと思って。はい。だから念入りに準備をしたんです。はい。で、持ち物リストみたいなのが大使館のウェブサイトにアップされてるんですけど、そこになんか後日のなんか追加の書類提出は絶対に受け付けませんって書いてあるのね。うん。どういう意味かというと、1回で書類を完璧に提出しろってことね。ちょっと間違ってたら後日後から持ってきてくださいとかはなしですみたいな。もし1回も間違ってたらもう1回やり直して、もう1回大使館の予約を取って来いってことですね。はい。うわーって感じや、今日、ちょっと緊張しちゃうなって感じ。はい。でも私はもう、準備をしっかりしたんですけれども、ここで事件が起こります。はい。提出する日、ビザ申請の予約を取った日の前日の夜に、私は気づいたんです。海外保険。海外保険に加入しなきゃいけないんですよ。1年分ね。海外保険には入ってたんですけど、なんと、開始日が、日本を出発する日になってたんですね。はい。でもなんか大使館のウェブサイトを見てたり、なんか他の人の、体験談とかを見てると、フランスに着いた日にしてくださいって書いてあったんですよ。おやおやおやこれはまずいんじゃねって思って。でも一日違うだけね、出発日と到着日って一日違うだけだから、そんな大きな間違いじゃないんじゃないかなって思ったり。うん。あと普通海外保険の、なんていうの、開始日って出発する時じゃねと思って、その飛行機でなんか事故にあったりしたら大変じゃんだと思って。ていうかもう前日の夜だからもうどうしようもないんだけど、変更もできないし。だからもう祈るのみと思って。朝9時半ですよ。広尾にあるフランス大使館まで行きました。このクソ暑い中に。で、何人か私と同じようにビザ申請の列に並んでる方々がいたんですよ。うん。みんな若いのよ。みんななんか大学生くらいなんだけど。で、やっぱ、ちゃんと提出して帰ってる人もいるんですよ。うん。
なんか、でもなんかこの写真もう一回撮れって言われて、却下されてる人とか、他の書類が間違ってて、やり直してくださいって却下されて帰ってる人とかが何人かいたって感じなんですね。何人かって、まあ一人二人ぐらいいて。うん。まあ私は、やばいな、やばいな、みたいな。やばいな、やばいな、と思って。はい、私の番になりました。みたいな。はるかさんって言われて、はい。つってで書類をすべて提出します。パスポートも提出します。そしたらですね、案の定、海外保険の開始日が間違っています。きたー。やばいです。私、やばいです。海外保険の開始日が1日前になってますので、お受けできませんと言われてしまったんですね。はい。ここで私は思いました。終わった。このポッドキャストのタイトル回収です。終わったと思いました。はい。ようやくここでね、タイトルの謎がね、解き明かされましたけど。うん。で、私は必死に、弁明しました。なんか必死に言い訳を言いました。いや、でも、他のワーキングホリデービザは、なんか海外保険の開始日は、出発日でもいいって書いてあって、みたいな。ね。でもそんなこと言ったって意味がないのよ。フランスはフランスだから。ね。だから、そのお姉さんは、無理です、みたいな。こいつは何言ってもダメだよ。無理です、みたいな感じの顔で、返されちゃったんですよ。で、私はもう、絶望の顔をしまして、もう終わったと思って。で、一生懸命頭の中でぐるぐる考えて、今から家に帰ってすぐに大使館の予約を取って、もう一回来なきゃいけないみたいな。もうラストチャンスかもしれない。どうしようどうしようみたいな感じで。そしたらお姉さんが、じゃあ、メールアドレスを教えるので、その開始日を変更した新しい海外保険の書類を PDF で送ってくださいって言われたの。え嘘神あなたは女神ですかみたいな。なんとね、追加書類を許可してくれたんです。ハッピーハッピーラッキーラッキー。そんなことがあるんだ。だってどこのウェブサイトとか、どこのなんか YouTube とか見ても、追加書類受け付けてくれませんって書いてあるの。で、大使館のウェブサイトにも追加書類はお受けできませんって書いてあるの。なのにそのお姉さんは、なぜだか私に追加書類を許可してくれたんです。そして私はもう速攻で家に帰り、もう速攻で家に帰って、海外保険の会社に連絡して、開始日を変更してくださいって言って、そしたら1回だけだったら無料で変更できますって言われて、すぐ変更して、で、そしたらすぐ書類を送ってくれて、で書類をまたビザに、大使館にね、送って、そしたらその次の日にもうビザが降りました。早っめっちゃ早っ、っていうね。はい。そんな事件がありました。無事に私のビザは、発行されたということです。はい。おめでとうございます。よかったね。はい。わかんないです。他にももしかしたら、その追加処理許可されてる人がいると思うんだけどね。もしかしたらこの2024年になって優しくなったのかもしれないし、お姉さん、担当したお姉さんが優しかったのかもしれないし、それかも私がギリギリの30歳のギリギリワーキングホリデーだったから、なんか哀れに思って、この人失敗したら後がないなと思って許可してくれたのかもしれないし、わかりませんが、とにかく私は無事に一発でビザを獲得できたということです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。そんな話でした。皆さん、気をつけてね、なんか日本のビザ取る人とか多分いると思う。他の国のビザ取る人とかいると思うんだけど、大使館の情報はもちろん、他の人の体験談とかをしっかりと参考にして、でも信用しすぎないで参考にしてビザを作ってください。はい。これは私が今回学んだことでございます。はい。ということで、以上。はい、今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。
あとツイッター、ツイッターっていうか X、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube でですね、野良猫物語という可愛いゲームをプレイしたプレイビデオがありますので、ぜひ皆さんこちらチェックしてみてください。日本語が勉強できるようになっております。はい。あとですね、多分もうこのポッドキャストがアップされてる日には終わっちゃってると思うんだけど、YouTube ライブでその野良猫物語の続きをね、YouTube ライブでやってますので、アーカイブ残ってると思うので、それもぜひ合わせてチェックしてみてください。はい。この野良猫物語っていうゲームめちゃめちゃおすすめ。日本語もそんな超難しいわけじゃないし、ゲームとしてもすごく面白いし、意外に難しかったし、はい、やってみてください。あと、サニーサイドジャパニーズという私のグループクラス、私のっていうか私と他の先生とやってるグループクラスがありますので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。28日にですね、無料イベントがあるんですけど、おかげさまでね、もう満員になりまして、はい、ありがとうございます。キャンセル待ちもできるので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。はい、以上。あと、ペイトリオンですね。こちらのメンバーも募集しております。はい、詳しくは私の、ペイトリオンサイトをチェックしてみてください。はい。ということでね、私は2ヶ月後にもうフランスへ旅立つ予定なので、最近はなんかそのフランスに行くまでの準備とか、友達に会ったりとか、家族と過ごしたりとか、なんかいろんなことをしてバタバタしております。はい。以上。じゃあ終わります。それではまた次回。さよなら。